どうも、スマッシュログ TV です。お願いします。お願いします。今回はクロスヘアについて徹底解説していきたいと思います。実際にプロが使っているクロスヘアを参考にしながら、初心者におすすめの設定など、紹介していければと思います。さあ、それではジュニアさん。はい。まずはクロスヘア、知らないっていう方も中にはいると思いますので、簡単に説明をお願いできますか？はい、わかりました。クロスヘアっていうのはこの真ん中に見えてるこの十字の照準みたいなものですね。これをクロスヘアと呼んでますね。はい。いろんなクロスヘアあると思いますけれども、知ってる範囲でいくつか紹介できますか？そうですね。一番まず多いっていうかスタンダードなものっていう設定がありまして、インナーラインで言うと、上から不透明度1、はい、長さ4、厚さ2、オフセット2、で、シャイケエラーと移動エラーはどちらもオフっていう。1422って言われてるやつですね。そうですね。で、輪郭とセンタードットはなしで。はい。これが一番多いっていうか、一番人気なクロスヘアになってますね。結構どのプロでも使ってるようなクロスヘアで、結構バランスがいいというか、いいクロスヘアって呼ばれてますね、これは一応。確かに。結構小さめではあるんですけど、バロラントって初段が大事なゲームなので、初段の精度を上げるために小さいクロスヘア。最近ね、もう小さいクロスヘアがどんどん流行ってるんで、十字のバランスもよく綺麗にまとまってて、なおかつ小さくて、真ん中も少し空いてるので、そんなに潰れてないというクロスヘアですね。補足として言っておくと、クロスヘアが小さいから弾がまとまりますよ、集弾率が上がりますよってことはありません。あくまで狙いやすくするために自分の中の一つの印として置くものなので。そうですね。で、これの問題点っていうのがちょっと一つあって、これ輪郭線がないので背景に溶け込みやすいんですよね。確かに。例えばこれ緑色とかにしちゃうと、このバイパーのスモークとかに、混ざっちゃって見にくくなっちゃうとか、これ逆にこれ水色とかにしちゃうと、今度は政治の壁に混ざっちゃって見づらいとか。そうですね。一応デメリットとしてはそこですね。結構このゲームいろんな色があるので、輪郭線がないことによって背景と被っちゃって見にくくなっちゃうっていう一応デメリットはあるんですけども、非常にバランスがいいっていうか、バランスがいいので、すごく人気なクロスヘアになりますね、一応これ。結構プロの人ほとんど使ってるんじゃないですかね、これ。そうね、結構一番使ってますね。大体みんなこれですね、本当に。色はみんなそれぞれ違うんですけど、ホワイトとか水色とか。そうですね。じゃあ続いていきましょう。はい。先ほど説明した一番人気なやつよりも少し太いバージョンということで、インナーから先に言いますと、上から1523ですね。これにして、で、輪郭をオンです。輪郭オン。ドットはなしで。これは結構ね、アメリカの人に多いですね。アメリカ人だし、俺、勝手にノースアメリカ式って言ってるんですけど、アメリカ式というか、NA 式とか呼んでるんですけど、アメリカ多いですね。結構アメリカの人に多いです、これ。いや、本当に昔からこれ多いんですよ。これやるとわかるんですけど、割とね、狙い方が、リコイルコントロールで敵を倒しやすそうな、そういう雰囲気というか、そういう気持ちになりやすい。バイパーのスモークとかあっても別に輪郭があるんで全然見やすいし、さっき紹介したやつだとちょっともう輪郭なくて見にくいよっていうか、もう小さすぎて見えねえって人は、ちょっとこれにしてみるといいかもしれないですね。続いていきましょうか。はい、次がですね、次ドットのクロスヘア。はい。これまずインナーは全部0にしてください。インナー0、はい。厚さを0にすれば消えるので、厚さだけ0にすれば消えてもらって、で、上の輪郭とセンタードットをオンにして、でセンタードットのサイズをですね、これ3くらいがちょうどいいかなと思います。これが単純な、いわゆるドットクロスヘアってやつですね。これは結構、スクリームとかが使ってて、結構海外のプロも結構使ってるんで、割とこれ最近流行ってきてるというか、バロラントからだいぶ流行り始めたクロスヘアですね、センタードット。これドットきついんですよね。いや、ドット本当に、いや、そう、これ若い人だけだと思いますよ、これ使えるの。マジで見にくいです。見にくい代わりに。当たるんですよ。そう。やっぱりね、ヘッドショットへの意識ですよね、結局。これのセンタードットにする人っていうのは。本当にヘッドショットでピストルが特に狙いやすいんですよ、センタードットって。個人的には。本当に初段にヘッドショットに当てたいっていう意識を高めたい方には、センタードットおすすめですね。動きがないところ、例えば待ってる敵に対してのピークしてセンタードットで当てるとかはまだできるんですけど、お互いが動き合ってる時のセンタードットが僕きついですね。いや、そうですよね。いや、多分ね、結局めちゃくちゃ慣れ必要だと思いますね、これ。センタードットの注意点なんですけど、頭1個の時にセンタードットで頭隠れやすいので、これもちょっと注意ですね。確かにね。ただあんまりこのゲームって頭1個がそんなにできないようにデザインされてるので、あんまり状況的にはないんですけど、これだけ注意って感じですね。たまにこういうところで。そうですね。そこでちょっと敵隠れちゃうので、センタードットで。これだけ注意点ですね。次ちょっと設定めんどくさいんですけど、
四角形のクロスヘアちょっと作ってみたいと思いまして、さっきドットの時真ん中が埋まってたじゃないですか。はい。これを真ん中埋めないバージョンっていうのが作れまして、輪郭とセンタードットは全部消してもらって、はい。で、インナーがですね、1152ですね。そうすると真ん中が空いた四角形のクロスヘアができると思うんですけど、はい、たまにいますねこれ。そう、これはですね、韓国の最強のサジェストさんが使ってるクロスヘアですね。これね、結構いいんですよ、使ってみると。結構いいんですよ、これ。さっきのドットクロスヘアとやってることは大体同じですで、初段にこの四角形を敵の頭に当てればヘッドショット入るよって感じで、なおかつ頭1個の時も、敵が隠れない、埋もれないので、頭1個も全然見えるよっていう感じのクロスヘアになってますね。ただ問題はアウトラインがないので、やはり背景に溶け込みやすいっていうのが、これが問題というかデメリットではありますね。輪郭つけるのも1個ありだけど、主張が激しくなるって。そうなんですね、主張が激しくなるのが問題で。逆に輪郭つけて不透明度をちょっと下げるっていうのもありなの？それは全然ありだと思います。0.8 とか 0.7 とか。輪郭つけるんであれば、主張が激しすぎるっていう方は 0.5 でもいいのかな。0.5 ぐらいでも、ちょっと和らぎますね。よく見るのは多分今の4つで、あとちょっとあんまり見ないような形になるんですけど、4点ドットクロスヘアって、勝手に僕がやって呼んでるやつなんですけど、センタードットをオフにしてもらって、インナーがですね、1325ですね。ごめんなさい、輪郭ありでした。すみません、失礼しました。輪郭はありですね。輪郭オンの、これが4点のドットね。そうですね、4点のドットで、これがね、センチネルのシックとか、結構これもアメリカ人に結構多いんですよ。これ結構、意外と僕結構好きで、使い方としては僕個人的に2つあると思ってて、真ん中の空間に敵を入れると当たるっていうのが1つと、あと下のドットで敵のヘッドショットを狙うと、結構ヘッドショットだけ入りやすいみたいな、そういう使い方。これね、昔スクリームとかも使ってたので、これ当てやすいね。大体でも当たるし、あんまり主張もしすぎないっていう感じですよね。小さいから、ドットが。ただ真ん中広すぎて気持ち悪いって人もいるかもしれないですね。でも結構ね、真ん中空いてても結構いけるんですよ、これ。なぜか知らんけど。使ったことない人はちょっと一回試してほしいクロスヘアですね、こういうの。続いていきましょう。次が、これ十字のクロスヘア次作るんですけど、これがですね、輪郭なし、センタードットなしの1520ですね。はい、これが十字の、やってることはドットクロスヘアと多分大体同じなんですよね、これね。ドットクロスヘアに横軸と縦軸があるので、リコイルもしやすいし、水平もしやすいみたいな、そういうイメージですね。ドットにちょっと満足できないけれども。そうそう、ドットだとちょっとやりづれえなーっていう人に、ちょっとおすすめ。縦のガイドと横のガイドがあるっていう感じのクロスヘアですね。これもね、結構ね、使う人いるんですよね。結構流行ってるんですよね、これもね、最近ね。ほいで、これ最後なんですけれども、最後はこれインナーじゃなくてアウターをいじるクロスヘアなんですけど、インナーはお好きなもの、自分がいつも使ってるものでよくて、アウターをですね、11130にするっていう。で、輪郭も一応つけた方がいいですかね。これ見にくいんでちょっと。で、これやると4点ドットが上に、上に来ますよね。このドット、4点ドット何なのかっていうと、これ、僕勝手に補助輪クロスヘアって呼んでるんですけど。過去、確かに村でもありましたね。そう。例えばこれファントムを打つと、上のドットに弾が集団するんですよね、リコイルが。これどの距離でも同じで、遠距離でも、近距離でも同じで、なのでこのファントムがこのクロスヘア見るだけでリコイルコントロールができるっていうクロスヘアなんですよね。まさに補助輪なんですよ、これ。上狙えってことですね。そうです、そうです。これはマジで本当にブロンズ帯とかシルバー帯のそのリコイルコントロールができませんっていう人は、とりあえずこれで練習してもらう。で、これ注意点としては、バンダルの方がリコイル高いんで、バンダルだと1130じゃなくて11135とかの方がいいかもしれないっていう感じ。35ですかね、バンダルの場合。ちょっとここがめんどくさいんで、どっちもやりたいんだったら33とかでもいいのかなと思いますね。ファントムとバンダル両取りで33。で、これ1個注意点は、このゲームしゃがむとリコイルパターンが 15% 下がっちゃうんで、しゃがむとちょっとね、ドットの下に弾集団するんで、これだけ1個注意点ですね。これがね、補助輪クロスヘアですね。これは初心者にはおすすめです。初心者に僕は毎回おすすめします。補助輪つけろって。確かにね、補助輪つけた方が。いや、本当に感覚つかむためには、おすすめですよね。
ちなみにジュニアさんは何使ってます？僕は最初に説明したスタンダード式のアウトラインを入れて調整したような感じのやつですね。1422の。そうですね。上から1312のアウトありみたいな。みんなね、本当にクロスヘアは違うし、見てて面白いですからね。そうですね。結構このゲーム観戦してる人のクロスヘアが見えるっていうのは結構画期的で、確かに面白いですよね。僕のクロスヘア試してみます？はい、お願いします。やべえやつ来そう。輪郭オフ、センタードットオン、1116上から。1116、はい。はい。で、インナーラインはオンで1180です。コンペイトーなりました？なりました、コンペイトー。僕これですね。本当だ。なんかちょっとなんか、丸じゃないですね、これね。ドットでも丸でもない。丸でもないですし、そう、ドットでもない。ただちょっとデカめなんで主張が激しいっていう。主張激しいからこそちょっと見失いにくいっていう。ドットなのに見失いにくいっていう。そう。はいはい。これは結構、でもこれは全然ありだと思いますね、俺は。悪くないですよ。悪くないですね、これ、普通に。なんか皆さんが好きなクロスヘアがあれば、コメント欄に書いていただいて、ぜひね、そこからコピーしていただくのもありだと思います。最後にですね、これからバロラント始める方におすすめするとしたら、どのような設定になりますかね？そうですね。とりあえず、これから始めるって方は、とりあえずスタンダードクロスヘア一番最初に説明したので、やってもらって、その後補助輪つけてほしいかなって感じですね。確かにね。そこで、このリコイルコントロールした時のフルオートの弾の飛び方を参考にしてもらえればね。そうですね。で、補助輪である程度満足したら、一回外して、あとはドットなり、自分の好きなクロスヘアでヘッドショット狙ってもらうと。あとは、移動エラーと射撃エラーがありますよね。はい、ありますね。じゃあ先に移動エラーから。移動エラーは、これね、ゲーム内の、この弾の飛び方のブレをそのままクロスヘアに表示してくれてるっていう、ちょっとずるい機能というか、聞く分にはずるい機能っていうもので、走れば広がりますし、歩けばちょっと小さくなって、止まると縮むっていうものになってて、ストッピングですよね、初心者さんが一番困るのって。ストッピングがどこのタイミングでストッピングの判定になってるのかなっていうところが、視覚的にわかるっていうのが、移動エラーですね。ただ、プロになると、このちょくちょく動いてるのが、ちょっと目障りなんで、そう。これをプロは大体オフにしてるんですけど、本当にどのタイミングでストッピングになってるのかなって調べたりするときに、使ったりしますね。で、あとは射撃エラーですね。これは、銃を撃った時に、クロスヘアが広がるってもので、これも移動エラーと同じく、ゲーム内の内部のデータ拾って、今これくらい、重心が温まってますよっていうのを教えてくれるものになります。弾が分散しますよっていうのをお知らせしてくれるやつですね。そうですね。本当にこれも、ちょっと目障りなんで、実用目的というくらいは研究とか練習目的。例えばこれ5点バーストとかやった時に、どれくらいの時間で重心が冷えるのかなみたいな。あとはもうタップ打ちとかもそうですよね。タップ打ちって高速でやってるとどんどん広がるんで、どれくらいのタップ打ちの速度が広がらなくてちょうどいいのかなとか調べたりできるんで。そうですね。これも本当に銃を撃つ時の練習目的で使うと、いいのかなと思いますね。わかりました。ぜひね、クロスヘアに悩んでる方は、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。